鶴巻真希と宮前萌歌の幕開けプロジェクト紹介。この中から応援購入したいもの選べってな暇あるかよ。それ私たちが探してきます。幕開け公認アンバサダーのキツネマルさんが注目したプロジェクトを紹介。キツネマルのクラ活ガジェット帳よろしくね。これなんかどうだい？良さそうじゃん。今日紹介するのは岩野さんの次世代保存容器のプロジェクト。前回はフリモメンに乗っ取られちゃいましたけど、今回は私たちがちゃんと紹介するよ。今回はこの内容に沿って紹介します。ところでまきちゃん、この容器って食品用ですよね。製品の本来の用途はそうだよ。ここがガジェット系の紹介チャンネルに変更になったばかりなのに、最初の動画から食品用の容器ってのはどうなんですか？そこは大丈夫。この容器は食品を保管するのに作られてはいるけど、大切なガジェット類を保管する容器としてもとても便利なものになっているの。そのあたりもちゃんと説明していくから、あなたも最後まで見ていってね。それではまずはプロジェクトの紹介からですね。このプロジェクトは数々のキッチン用品のプロジェクトを幕開けで実行している岩野さんの次世代保存容器の先行販売プロジェクトだよ。次世代というのは何がどう次世代なんですか？この容器の特徴であるステンレス製で真空保存もできるタッパー型の保存容器というところだね。そもそもの質問なのですが、真空保存できることやステンレス製容器であることの利点ってどういうところにあるんですか？それぞれの利点をキツネマルがこれから説明してくれるよ。はい、こちらキツネマルです。ここからまきちゃん、もかちゃんと一緒にこの容器の内容について説明していきますね。キツネマルさん、まずは真空保存できることの利点って何ですか？真空保存ができるっていうことは、その容器の中の空気が抜けた状態になるっていうことです。空気がなくなれば酸化の原因となる酸素もなくなりますので、中に入れた食品の鮮度が保たれやすくなりますね。また空気がなくなることで酸素と同じく空気中の水分も抜けた状態になるから、お菓子類やドライフルーツなどがしけってしまうということもないですし、冷凍庫に長期保存されていた時に冷凍焼きしてしまったりするっていうことを予防する効果もあります。容器がステンレス製なのはどんないいことがあるの？やはり頑丈で壊れにくいっていうのが一番の利点ですね。一般的なガラス製の真空保存容器、このような容器ではどうしても割れてしまう危険性がありますので、慎重に扱わないといけないですし、どうしても香りの強い食品何かを使うと、この容器自体に匂いが残ってしまうので、匂い移りが心配になってしまいます。その一方、こちらのステンレス製の容器は当然ステンレスなので、落としても割れるような心配はありませんし、食品グレードのステンレスを使うことで匂い移りも少ないですし、汚れも落としやすいといった利点があります。当然食洗機にもこのまま使うことができますので、清潔に使いやすいという利点もありますね。なるほど。それでは逆に気をつける点とかありますか？真空保存は魔法ではないので、向かない食品があることには注意してください。基本的に生野菜や柔らかい果物、キノコ類はそのまま真空保存すると食品の傷みを早めてしまうといった欠点があります。そういったものを保存するのであれば、下茹でをするなり、もう調理をしてから入れるなどをして入れてしまうとか、あとは先に冷凍してしまってから真空保存するといった方法を取る必要があります。また、容器のステンレスは当然金属です。なので電子レンジには入れられないっていう点も注意してください。温めるときはどうしても別の容器に移すなどして温める必要があります。なるほどね。鮮度を保つって言われると生野菜とか入れるのを想像しちゃうけど、そうではないのは意外だね。ところでそろそろガジェットの話題につなげませんか？あ、そうだったね。それじゃあこの真空保存容器をガジェットにどう活用するか考えてみるよ。実際ガジェットと真空保存容器って関係があるんですか？ガジェットをきれいに保管するのに真空保存容器というのはとても有効なんですね。空気が抜けて酸素が減れば、錆びやついた皮脂の酸化防止、カビの発生を防ぐということができますし、湿気も少なくなりますので、こちらもカビ対策、あと加水分解の防止になるんですよね。加水分解って何ですか？加水分解っていうのは水分によってプラスチックの表面が分解されてしまうことでして、よく放置しておくとベトベトするようになってしまったっていうことないでしょうか。そういったことが加水分解によって起きてしまいます。これを防ぐには除湿剤と一緒に入れておくのが定番でして、こういった密閉できる容器に入れて除湿剤と一緒に入れて保管することによって加水分解を防ぐといったような効果を期待することができます。
それでは今度は製品の使用レビューについてお伝えしましょう。まずは使い方から。といっても使い方自体は簡単です。蓋を開けて保存したいものを入れて蓋を閉じます。で、四隅をロックしたら、ここのポンプですね。このポンプを使って、ここのくぼみにポンプを当て、だいたいこのレバーを6回ほどやります。そうすれば、この中が真空状態になったということになります。ここの中心見えるでしょうか。ここの中心部分のくぼみが真空状態を示しています。あとは保存した日付とかを入れておくと、後で見直すときに便利だと思います。中の空気自体は先ほど6回空気を抜きましたけども、もっとたくさん抜くこと自体は可能です。なんですけれども、蓋がどうしてもどんどん負荷がかかってしまいますので、この蓋が破損してしまう危険性があるんですね。なので、あまりたくさん向きになって空気を抜かないように注意してください。あと、空気を抜きすぎると確かに一時的には中の空気が抜けて湿度が下がったりとか効果が見られるんですけれども、その後だいたい 3,4 時間ぐらいですかね、かけて適切な圧力に戻ってしまいます。真空って言っても空気はあるんだね。真空の状態はどれぐらい持つものなんですか？今回の実験のために、このように中に温度計と外に温度計を入れて、1週間ほど放置してみました。で、1週間ほど放置はしてみたんですけれども、その後もこのようにパッキンのインジケーターがちゃんと真空状態を表していましたし、このパッキンをずらして真空状態を解除してやると、という風なプシュッという音を立てて、空気が中に入っていくっていうことが、確認できました。真空状態は1週間経っても続いたということが言えると思います。本当は気圧を測れる装置を入れてチェックしてみたかったんですけれども、残念ながらちょっとそういった装置が用意できなかったので、パッキンの真空マークと空気が入っていく音で判断しています。その一方、温湿度計、こちらですね。こちらではちょっと面白いデータが取れました。中の空気を抜いた直後はポンプで10回ほどの空気を抜いてしまったんです。ちょっと多めに抜いてしまったことで中の湿度が下がったりとかっていうことが起きてしまったんですけれども、しばらくしたら元に戻りました。その後湿度の変化がどうなるのかなっていうのを引き続き見ていったんですけれども、そしたら周囲の湿度の変化に比べて中の湿度の変化が非常に緩やかなグラフを描いているっていうことに気づきました。ですのでケースが適切な気圧に戻った状態からはちゃんと気密性を維持している状態で保存できたんだっていうことが分かったかなと思います。今回はテストの時に温湿度計しか入れてなかったんですけれども、乾燥剤を入れておけばさらに湿気対策に強くなるのかなと思っています。実際はですから乾燥剤を入れて一緒に保管するのがおすすめですね。少し使って実験もしてみた結果としては、キツネ丸はこの真空保存容器をどう評価するの？そうですね。とてもいいと思います。かなりしっかりとした気密性がありそうなので、ガジェット保管にもちゃんと向いてそうですね。念のため乾燥剤などを入れておけば、長期間の保管もちゃんと安心してできるかと思います。また、容器がステンレス製なので、硬いガジェットが当たっても割れるような心配もないので、うまく仕分けしておけば、そのまま蓋を閉めた状態でリュックに入れるなどをして、そのまま外に持ち出すといったことができるようになりますから、そういったところでも便利に使えるのかなと思います。もちろん本来の食べ物の保存にも便利だと思います。いろいろな使い方を考えてみると面白そうですよね。私はプロジェクト開始後にさらに4個セットの応援購入をいたしました。届いたらガジェットの保管をするほか、コーヒーとか紅茶といった保管や、料理の保管などにちょっと役立ててみようかななんて思ってます。というわけで、キツネ丸の出番はここまで。今日はありがとうございました。それではまた次の動画で会いましょう。それでは次は実行者さんの紹介です。このプロジェクトの実行者は株式会社ユニバーサル物産さん。岩野さんではないんですか？岩野はこの会社が展開するブランドの名前なの。今までもたくさんのキッチン用品やアウトドア用品のプロジェクトを実行していて、昼帯やがっちりマンデーといった番組で複数回取り上げられてもいるんだよ。幕開けで応援購入した人からの評判も良くて、もちろん幕開けの推奨実行者にも認定されている、安心して応援購入できる実行者さんだね。キツネ丸さんが以前先行レビューしたフライパンは今でも愛用していますよね。大きさもちょうど良くて焦げ付きにくいからとても使いやすいそうですよ。
しっかりした製品を作ってくれるところだから、興味があったらぜひ応援購入してみてね。それでは最後にプロジェクトのスケジュールとプラン情報です。プロジェクト実行期間は2025年7月30日22時まで。プランは基本が真空保存容器が4つと予備のパッキン栓が4つ、ポンプが1つついているセットになっていて、1セット、2セット、3セットのプランが用意されているよ。おすすめは2セットのプランですかね。そうだね。割引率なら3セットのプランが 42% 引きで一番お得なんだけど、2セットのプランも 40% 引きもしてくれているからお得感が一番あるよね。予定価格は1セットで1万円するみたいだから、お得な今のうちに応援購入がおすすめだよ。というわけで今回の動画はここまで。リニューアル後初めての動画でしたが、どうでしたか？ぜひ感想などコメントをいただけたら嬉しいです。このチャンネルでは幕開けでたくさん実行されているクラウドファンディングのプロジェクトの中から、キツネ丸が注目するガジェット系プロジェクトを紹介しているよ。それに応援購入したもののレビューもしていくから楽しみにしていてね。このチャンネルの動画を通してクラウドファンディングの楽しさが少しでも伝わるよう私たちも精一杯頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でもまた会おうね。バイバイ。